からポイントとしては常に自分の下のレイヤーでもできるようにする。厳密に考えたら自分がやってる仕事を言語化していくだけじゃないですか。それをちゃんとやらせることが結構大変だったりするんですけど、はい。こんにちは。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくり、育成術など役に立つ内容を話しています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、ということで本日もお願いします。お願いします。うちの会社も来春から新卒社員が続々と入社してくるんですけども、新卒社員をすぐに動かせるようなマニュアルの作り方とかってあるんですかね。もしそういうのが御社長の頭の中にあればぜひ参考にしたくてですね、ちょっといろいろ教えていただきたいんですけど、一つ目はマニュアルは基本的には作るべきですよ。作るべきで、できれば時間があるんだったら全て作るべき。全てっていうのは、いやもう業務全てです、ね。なるほどなるほど。例えば仮に10の工程があるとして、一つの業務10の工程があるとして、10全部難しいなと思ったとしても3でも4でも5でも8でもいいから作った方がいいですよね。シンプルな話、それだけで生産性上がりますよ。確かにそうですね。なぜかって言ったら人間そんなに覚えてられないので、一つは僕とかもそうですけど、多分いろんな仕事をしてる人からしたら当然マニュアルがあった方がいちいち覚えてられないんで、あれをやらなきゃっていう時にパッと見た時に覚えてないんですよ。細かいところまで、これどうやって操作するんだっけみたいな、だったらマニュアル作っといて、パッとそれ見たらこうやるんだった、こうやるんだったってすぐパッとそれを見てその通りやっと思い出させるし、無駄な時間減らせるんですよ。っていうのと、例えば仮に一つの業務で10工程あったとして、5までマニュアル作れてたら、それって部下に触れますよね。レイヤーが自分たちより下がる。例えば時給単価とかが低い人に触れるじゃないですか。それだけで生産性上がるんですよ。だからポイントとしては常に自分の下のレイヤーでもできるようにする。例えば部長だったら課長でもある程度できるようにする。課長だったら主任とかでもできるようにする。主任だったらメンバーでもできるようにする。メンバーだったらアルバイト雇ってもできるようにする。こういうことを常に考えてどんどんマニュアル作っていくっていうことをやっていくと、必然的に誰でもできる仕事って言い方悪いですけど、そういうのを生み出せていって、それを誰がいつ来てもどのレイヤーの人でもできるようになったらめちゃめちゃいいじゃないですか。確かに。でもなんか全ポジションの人に向けたマニュアルってなんか難しい気もしますね。難しくないですよね。難しくないですか？厳密に考えたら自分がやってる仕事を言語化していくだけじゃないですか。確かに。でも新卒の社員が入ってきても分かるようなマニュアルってことですよね。だから今の話を応用すると、誰がっていうのは目指すべきところは誰でもこのマニュアルを見たらここまではできるようになる。マニュアルこれ見といてね。この通りやってね、この仕事って渡したときに、その説明でできるっていう風なのを目標にしてるわけですね。ということはもう究極だから時給1000円とか1000円ちょっととかのアルバイトの人をある程度パソコンがちょっと打てる人だとかって言ったらできますよねという風にしておけば、別にそれを新入社員にステップとしてやらせればいいだけだから、全然問題ないですよ。ちょっと僕マニュアルとか今までの会社あんまなくて、イメージがわからないんですよね。どういうものなのかっていう、具体的に。シンプルにその何の仕事をするのか業務手順が書いてあるだけじゃないですか。何をどのようにやるかっていうのをちゃんと書いてあるだけだから、うちはいっぱい一応作ってはいますけど、逆に作るのはそんなに難しくなくて、それをちゃんとやらせることが結構大変だったりするんですけど、極力冒頭に言った通り作れるんだったら全てのものを作った方がいいですよね。人の記憶ほど当てにならないものはない。逆にマニュアルがないということが僕にとっては逆にすごいなってその会社って思っちゃって。ないこと本来ありえないでしょう。オペレーションに関わる業務は全て作った方がいいですよね。例えば仕事の切り分け方として僕らこういう切り分け方するんですけど、随時やること、要は突発的に入ってくること、もしくはそれが発生したらやること、次に日時でやること、週次でやること、月次でやること、年次でやること、すごい、そんな細かくみたいに分けるんですけど、シンプルにやり方、マニュアルの作り方分かんなかったら、まず日報を書かせるんですよ。何やってんのかまず分析しましょうと。日報を書かせます。現状の業務をまずあぶり出しますよね。でそれを言語化しますよね。それをちゃんと日報を振り返っていっ
て、ジャンルごとにグルーピングしていくわけですよ。まず頻度ですよね。随時なのか、日時なのか、週次の仕事なのか、月次の仕事なのか。具体的にこれ何を項目でこれしてるのみたいな。例えば、これは経理のこの仕事とか、これは人事労務としてのこの仕事。経理の、例えば銀行の入金チェックをしてます。みたいな、そういうのをなるべく文言化していって、言語化していって、グルーピングしていくわけですよね。重要度と、まあ、緊急度というか頻度。重要度、緊急度、頻度みたいなのを考えて、どのマニュアルから作るかっていう優先順位を決めるわけですけど、例えば、当然、緊急度としては、一時対応になるやつがあるじゃないですか。例えば、いろいろあってすぐ入金確認してくださいって情報が降ってきたとしたら、やると。でそれをでも日報で遡っていったら、なんか毎日2件ぐらいやってるよね。まあ確かに。頻度としては、じゃあ日時だね。日時2件ぐらいあるんだね。1件あたりどのぐらい時間かかってるの？なるほどねと。で、重要度としては、当然入金確認で重要だよね。例えばこんな感じでやってって、重要度、緊急度、重要で、来たら緊急度が高くなって、頻度が高いものみたいなから優先順位つけて作らせる。頻度が高いものはやっぱり回数をやることなので、先ほどの話の通り、これがやっぱ新入社員でもとか、もしくはアルバイトでもとかできるようになったら、めちゃめちゃ生産性やっぱ上がるわけですし、とにかく日報を書かせて、そうやってこう言語化してグルーピングして、それぞれの重要度、緊急度、頻度とかを定めて、どこから作った方がいいかと、いうことをやっていく感じですよね。日報から読み取れますもんね。いろいろ。なるほど。だから会社としても、チームとして考えたとしても、何やってるかって仕組み化ですし、やっぱり人が急に辞めるとか、移動するとか、病気になったとか、こういうリスクが発生したときに、やっぱ作っておかないと、基本的にはもう事故起こりますよね。なるほど。マニュアル、基本的にどういう役職の人がやるべきなんですかね？自分たち全員作るべきですよ。全員で。例えばじゃあ分かりやすく言うと経理の社員だとしたら、経理が毎日の日報をちゃんと書くわけですよ。自分のやってることを同時にやっぱりちゃんとマニュアル化する。マニュアル化するって言うとなんかすごいめんどくさそうに思いますけど。そうなんですよね。やってることを書けてるんですよ。極端な話ですよ。例えば銀行の入金を毎日チェックしてみたいな仕事を渡されるとするじゃないですか。普通の人みんなこれなんですよ。銀行の入金毎日チェックして。バカじゃないから分かりますよね、普通もね。それぐらいできるでしょって言って、当然みんなやるわけじゃないですか。でもこの実は銀行の入金をチェックするって、銀行のサイトに行ってログインをして、日付を指定してとか、入金を確認して、どっからいくら入ってるか、どっからもうそれこそいくら支出があるかとか、計算見て、それぞれが何なのかとかって多分繋がってるじゃないですか。これを、例えばじゃあ今日来たアルバイトの人に、銀行の入金チェックしてって言ったところで、どうやればいいんですかって絶対なるわけですよ。なる。だから、銀行の入金チェックっていうまず項目を作って、でそれでマニュアルを簡単に何やってんのって書いといてってだけなんですよ。要はいつもやってる人に銀行入金チェックは毎日何時までにこの銀行と A の銀行、B の銀行、C の銀行、それぞれこの画面にログイン URL これで入ってここのボタンを押して入金のバーンと明細が出てそれの中を例えばじゃあこういうことを見て、これを一個ずつ書いておけよ。細かければ細かいほどいい。そんなことぐらい言わなくても分かるだろうっていう人いるんですけど、そういう頭です。僕はだから逆に言うと誰でもできるというテーマを考えると、人生ゲーム形式にしなさいっていつも言ってるんですよ。人生ゲーム形式。要は例えばですけど人生ゲームって、ルーレット振ったら誰でもできるようになってるんですよ。そうですね。ルーレット回して、で、1、2、3、4って歩いていったら、そこのマスにやること書いてるわけじゃないですか。これに従っていけば誰でもできますよね。子供でもできますよね。おじいちゃんおばあちゃんでもできますよね。今度いきなり麻雀やれって言われた時に、いきなり子供麻雀できないわけですよ。ルールを結構覚えてなきゃいけないですね。ルールを覚えても強いわけじゃないから、やってもつまんないじゃないですか。ルールを覚えて、経験積んで、もっとさらに打ち方覚えて、やっと麻雀ができて、じゃないですか。だからこれは、やはり言い方悪いですけど、麻雀を知らない人がいきなり麻雀で強くなるっていうゲームはできないわけですよ。だから、会社のマニュアルとか業務を麻雀にそれしちゃいけないんですよ。なるほど。だから人生ゲームになるべくしなさいって。なるほど。オペレーションは特にです。
オペレーションって言うとなんか、じゃあうちならオペレーションじゃないかな。営業は別にオペレーションじゃないもんなって言うけど、必ずやってることで理解してることありますよね。だから営業でも例えば客先に行った時に、電話の書き方とか、名刺の渡し方とか、挨拶の何を言うかとか、絶対ありますよね。いい成果を出してる人のルーティンみたいなのがあるわけですね。こういうのは全部やっぱり本来はマニュアル化というか、全部も言語化して、ちゃんと見たらできるように。もちろんその練習もしなきゃいけないんですけど、何をやってるかは分かるようにはしなきゃいけないんですよ。なるほど。だから人生ゲームにしないと、それは逆に麻雀にするんだったら、選択肢としては、麻雀のルールを知っている人を採用してくるか、麻雀のルールを教えるために育成期間をものすごく取るべきか、これしなきゃいけないんですよね。それが嫌だったら、なるべく仕事の部分でできるものは全部人生ゲーム化してるんですよ。なるほど。人生ゲーム化、わかりやすいですね。だからもうシンプルに言ったら条件分岐なんですよ。よくあるじゃないですか、質問で。例えば、今日は赤色の洋服を着ていますか？イエスの。これぐらいのレベルでできれば2択がいいんですよ。しょうがないときは3択ぐらいになります。できればイエス、ノーで選択していったら進める。めちゃめちゃやっぱり分かりやすい説明書とか、マニュアルとか全部そうなってますよね。すごいめんどくさいっちゃめんどくさいかもしれないんですけど、それを頑張って作ったらいいですし、極論だからそう、小学生でもできるような、中学生でもできるような、みたいな。パソコンの操作がある程度分かれば、このぐらいの操作ができる人だったらもう分かりますぐらいにしとくのがいいですよね。で、それさっき言ったように一つの業務全部できるんだったらそうするし、仮に一つの業務で10工程があったとして5工程できるんだったらそうするし、みたいな。そこまで細かく作るべきなんですね。アップルさんもそうですか？オペレーションで結構関わる業務とかはほとんどそうしてますよね。日報もちゃんと基本書かせるし、ちゃんとそれを振り返りしながらこう業務一覧表っていうのを作って、それを整理常にするし、ところどころ見直しも入りますし、だから例えばじゃあ一つ結構がっつりやってるのはお客様からいただくアンケートとかをどう処理するかっていうのはマニュアル全部ぴっちり決まっていて、超簡単に言うとお客様から来たアンケートを手書きのアンケートとかをじゃあ来たら、それをちゃんと文字起こししてシステムにインポートして OK だからみたいな、超簡単に言うとこうなるんですよ。じゃあどの画面で文字起こしをしてとか、確かにお客様書いてる字がちょっと汚くてわからないけどどうするとかクレームがある方だとか、めっちゃ喜んでもらってるみたいな分類付けもさせるわけですよ。僕が見てこの人は多分喜んでるめっちゃみたいなこの人は怒ってるクレームと対応しようみたいなね、これ人の感性になるじゃないですか。確かに。それは嫌なんで、ちょっとずつ定義をつけていって、誰が見てもこれ A、これ B、これ C、これ D ってなるべくできるようにして、迷ったら迷ったとか入れるようにしたりとか、こういうことも全部定義していくと、本当誰でもできるようになったので、なのでもうそれこそその中の業務さえ分類して、これ在宅の人でいいよねって、アンケートの手入力を1枚いくらって振って、例えば従業員の今奥さんとかオンラインでアルバイトでやってたりとか、昔うちの息子にお前ちょっと暇なやれやって言い出したことあるしでも息子さんでもねそれ読めばできる、アンケートのスキャンの仕方とかそういう工程切り分けると一番生産性が高くなるようにセッティングできるわけですね。アンケートの取りまとめてる人がじゃあ3級入りますって時にスムーズにポンってマニュアル化して一回一通り一緒にやったらもう OK でもすぐ引き継ぎもできますし、でも戻せますし、結構何回もこの仕事の担当者変えてますけど、全然問題起こったことないですよ。逆にだからそのマニュアルが完璧すぎるがゆえにもう質問とかもないですか？ないんですね。あっても最初の本当にこう初日2日目とかぐらい、その質問とかももしなんか複数回発生するんだったら追記しちゃうんで。なるほど。すごいですね。そこまで仕組み化できる業務はだからそうした方がいいですよね。現場とかちょっとそのこう毎日の頻度的にやっぱ少ない仕事とか、臨機応変にケーススタディがいっぱい出ちゃう仕事とかはやっぱりちょっと難易度が増しますけど、できるだけやった方がいいですよね。なるほど。ありがとうございます。どれぐらいの頻度でマニュアルは更新しているんですか？理想的に言うと、やっている人が常に更新できることがいいですよね。なるほど。今言ったようにこうやってマニュアル作ってあったけど、質問が毎回来るなこれと、
最初にこの仕事をやらせた人に、初日に必ずこの質問来るなと思ったら、教えてる人がいるわけじゃないですか。はい。引き継ぐ人。うんうん。そしたらその人がそのマニュアルに足しとけばいいんですよ。これが理想じゃないですか。そっか、確かに。たまにやっぱり起こりがちなことで、逆にマニュアルを難しく書いちゃう人がいるんですよ。そこがね、ちょっと僕もね、わかんないですよね。マニュアルを簡潔に書く方法みたいな。だからそれを検索してあげたりとか、たまに見直しをして、これわかんねえなみたいな。なるほど。もっと簡単に書きなよっつって、こういうことを言ってるってことは、これ一言で済むでしょみたいな。じゃあスクショ貼っとけよみたいな。なるほどっすね。ありがとうございます。新入社員がすぐに動けるようになるマニュアルの作り方ということで、まず大前提、マニュアルはどんな仕事でもあった方がいいんで、できる限り作る。で、ポイントは、麻雀ではなく人生ゲームのように作る。誰でもできるようにすると。マニュアルをじゃあ作る優先順位はっていう時には、重要度×緊急度×頻度を計算して優先順位を決める。そういったことをやって、結果、それが全てのやっぱ生産性を上げることにつながるので、ぜひやってみてください。はい、ありがとうございます。皆様からいただくいいねやコメントはいつも見ていて励みになっています。この動画が気に入った方は、ぜひいいねやコメントをお願いいたします。